本市で採択されている小学校社会教科書の出版社について質問いたします。この出版社の名前を教えてください。現在使用している小学校社会科教科書は歴史編を含め東京書籍の教科書を採択しております。ただいまご答弁いただいた東京書籍の新しい社会6歴史編について、有識者から以下のような問題点が指摘されています。1、戦争に至った理由を正しく書かない。2、旧日本軍の兵士を侮辱する。3、何々させられたという表現を多用する。4、北海道江戸地を日本の領土ではないかのように記述する。例として以下のような記述をご紹介します。例1、日本は1940年に石油などの資源を得るために東南アジアに軍隊を進めました。またドイツ、イタリアと軍事同盟を結び、アジアの地域を支配しようとしました。これはそもそも東南アジアを植民地支配していたのは欧米列強諸国です。例2、東南アジアを占有する日本軍。東南アジアの各国に軍を進めた日本は次々と占領地を広げていきました。これは日本は ABCD 包囲網によってやむなく石油資源の確保に動き出したに過ぎません。例3、首都を占領した時、武器を捨てた兵士や女性や子供を含む中国人が殺害された。この記述はこれまで何度も言ってまいりましたが、金事件というものは存在しません。金攻略戦による戦闘で亡くなった兵士と、金入城後の掃討作戦で亡くなった残党勢力があったのは事実ですが、一般市民は安全地区で保護されていたんです。例4、戦争と朝鮮の人々、強制的に連れてこられ、工場や鉱山などでひどい条件で厳しい労働をさせられました。これは東京都新宿にある産業遺産情報センターをぜひ一度見学してみてください。そこには一次資料が展示されています。ここで先にお配りしました資料の下段にある図2から4をご覧ください。図の2、江戸時代に日本町のあったところの東南アジア地図。図3、江戸時代の参勤交代の地図。図4、廃藩置県後の日本地図などに北海道江戸地が正しく描かれていません。江戸時代、松前藩が幕藩体制の下で江戸地を管理していたのは歴史的事実です。なぜわざわざ子どもたちに誤解を与えるような記述になっているのでしょうか。さらに明治維新と北海道、沖縄の記述ではアイヌ、沖縄に悪いことをした日本人という事実誤認の記述がされており、アイヌ人の言葉を奪い差別を強めた和人の北海道開拓は悪だと子どもたちに誤解を与えるような記述が見受けられます。以上のような本市採択の小学校社会科教科書6歴史編の記述についてどう思われますでしょうか。ご意見としていただきました項目に関しましては確認をさせていただきました。今後も子どもたちにとってより良い教科書を選定するため、文部科学省の教科書検定を経た教科書に関して千葉県教育委員会の使用教科用図書選定資料をもとに調査研究を実施してまいります。また教科書採択における公正確保の徹底に一層努めてまいります。このような教科書が果たして小学校に向けた教材としてふさわしいものなのでしょうか。日本人としての誇りを奪われ、戦争への贖罪意識を刷り込まれた子どもたちが教育基本法にある伝統と文化を尊重し、それらを育んできた我が国と郷土を愛することができるでしょうか。検定を取ったというのはただの言い訳に過ぎません。他にもっとまともな記述をしている教科書はあるはずです。そのための教科書調査官であり、教育委員会であるべきだと私は思います。